ざいます。ただいまご紹介、預かりました私、ボディチェンジパーソナルジムのノーベストというところで、代表をやらせていただいてます、宇野と申します。皆さん今日は、一日よろしくお願いします。で早速なんですけれども、まず、私の簡単な自己紹介を含めてどんなことをやってきたかっていうことを、お伝えさせていただいて、その後に皆さんが日頃体のことで何かお悩みなことがあったりとか、あとは疑問に思っていることをお話しさせていただいて、最後にはですね、今日うちのスタッフも来てますので、簡単に数分でですね体の改善をしていただければいいかなと思いますんで、お忙しい中お越しいただいて本当にありがとうございます。で早速なんですけれども、私はですね1999年からコナミスポーツクラブっていう大手のスポーツクラブに約15年ぐらいですね、15、16年、今年のつい最近までですね、勤務させていただいて、コナミスポーツクラブ知ってる方いらっしゃいます？ありがとうございます。200店舗ぐらいあったんですけども、そこでマシーンのインストラクターとして19歳からやったんですけど、最初はアルバイトで入社して、その後、正社員という形で、やらさせていただいたんですけども、その中であとはスタジオエクササイズとかダンスとか、一応こういう体してるんですけど、一応ダンスエクササイズとか、あとは今流行ってる自転車のフィールサイクルとか今流行ってますね。自転車のプログラムとか、フィールサイクルじゃないんですけど自転車のプログラムとか、そういったのをやらさせていただいて、で今年の5月からですね、パーソナルジム、パーソナル専門のジムをオープンさせていただいたっていう経歴というか、過程がありますね。で、その中でですね、ボディービルダーという紹介をさせていただいたんですけども、ボディビルを始めたきっかけなんですけども、実はですね僕双子なんですけども、写真に載ってるんですけども、ちなみに左が僕になるんですけども、右が弟で双子の、弟なんですけども、同じコナミスポーツで同じ十数年、やってきて、最後は武蔵小杉で同じお店だったんですけども、でその弟がですね、この業界には僕が2年ぐらい早く入ったんですけども、その後に弟が入ったんですけども、ボディビルを始めたのは弟が最初に始めたんですけど、僕は当初入った頃にボディビルやってる方もいたんですけども、なんかこう短いパンツ履いてとか、あんまり僕はイメージ的にはそんなに興味はなかったんですけども、弟がですねちょうどですね、僕は2011年にこのよく最近テレビで中山きんに君とか、あとオードリーの春日さんとかが出た大会あるじゃないですか。それがボディビル東京オープンっていう東京のなんですかね、登竜門、新人の登竜門みたいな大会なんですけども、それに弟がちょうど2年前ですね、2009年とかに出場して、でいきなりですね、いきなり出ていきなり優勝をしちゃったんですね。そうすると双子のなんか宿命というか、周りの方がですね、同じ双子なんだからできるよっていうことで、その一般的なそのパターンですね。でやらないでちょっとタイムロスありますよね。2009年弟出たんですけど11年なんですけど、2年間ちょっと逃げ続けたんですけども、逃げれずに、で2011年に同じ大会に出たんですけども、なんとか同じ双子だっていう結果は出せたんですけども、でその年に同じく東京クラス別ってまた東京の体重別の大会があるんですけども、それが東京では体重別では一番上のクラスの大会なんですけども、それを立て続けにやらさせていただいて、なんとか運がよく、優勝できたっていう流れなんですけどね。それでボディビルが11年からやって12年と、これボディビルはですね一番大きい大会は全日本っていう大会なんですけども、それ以外のクラスは1回優勝するとその試合はもう出れないんですけど、なのでどんどんレベルが上がっていくっていうのがちょっと大変なとこなんですけども、1年ずつこうやって、で2014年に、今流行ってる日本メンズフィジークベストボディとかあるんですけども、変わったのがこうサーフパンツでやるやつなんですけど、これだといいかなっていう感じでこっちに
新しくやったこともあって、これは全日本の1回目の大会から、3位と、去年ですね、アジア選考大会とかの試合も出させていただいたっていうような、一応コンテスト経歴になるんですけども、でその、究極なので、こう普通の方たちの、一般的な今大会の準備ってあるんですが、食事とか運動とかっていうこととものすごい差があるので、そこをやることによってその引き出しの幅が広がるので、普通の方のダイエットだったり健康維持っていうのに指導する時にですね、非常に幅が広がるので、その点では良かったかなっていう感じが、あるので。で食事なんですけども、食事はよくボディビルダーの食事とかだとどんな感じ思います？タンパク質ばっかっていう、もちろん間違いじゃないですけど、確かにタンパク質を中心にとって、バランスよくとっていくっていうのが、ボディビルの食事なんですけども、食事は基本的には普通の方だとちょっと厳しいなっていうような食事にはなるんですけども、普通のダイエットの方にはもうちょっと柔らかい感じでご案内できる幅が広がったなっていうのが、経験から得たものですね。で運動なんですけど、運動は筋トレ、皆さん筋トレやられたことありますか？あります。筋トレはですね、ボディビルダーの方は大体皆さん同じ感じでやるんですけども、1週間のうちに筋力トレーニングをジムに行ってやるのは5日から6日ぐらいやりますね、毎日。そうですよね。なので普通の方とはちょっと変わるんですけど、なのでジムに行って、大体やるのは1時間とか2時間なんですけども、1個の部位しかやらないですね。例えばこの腕だったらもう腕しかやらないです、その日は。それなので1週間で全身をトレーニングするような、そういったトレーニングをやっていきますね。考えられないですね、普通の方。でこういうのは普通の方にはあんまりあれなので、あと大会本番とかいろいろあるんですけども、こういうのはちょっとストイックになってしまうので、早速ですけれども皆さんに直接関係するような、内容に入った方がいいと思いますので、オフですね。オフって今現在オフなんですけど、オフはもう普通の方と同じですね。何でも食べますし、飲みにももちろん行きますし、普通の方と全く変わらないので、ボディビルダーの方だからといってなんかちょっと変わってるんじゃないのかなっていうのは、あまりありませんので。で、皆さんにですねちょっとアンケートを取りたいと思いますので、それに合わせた疑問とか、お悩みとかをちょっと解決していきたいなっていう流れにしたいと思いますので、ちょっとじゃあホワイトボードに皆さんの疑問を、何かこう自分でダイエットをして効果が出なかったとか、何か聞いてみたいこととかっていう体についてですよ、何かあったら教えていただきたいなと思って。話題の糖質制限、どこまでやっていいのか。現在糖質制限とかやられてます？少し。糖質制限ですね。じゃちょっと糖質制限他に何個かじゃちょっと聞いていきたいと思いますんで、それに合わせてちょっとご案内したいと思います。1日単位で測ってる時に、食べて減った日と、食べないのに増えた日があって、あれ不思議だなと思って、ご存知であれば。毎日の食事と体重変化について。体重1日の中で体重が変化します。じゃなくて、1日1回測ってて、で、いっぱい食べた日の翌日なんか減ってるみたいな。OK です。わかりました。じゃあそれが2つ目の。他にも何か。よくプロテインとかジムの先生に飲めって言われるんですけど、私の場合は化学調味料とかすごい気になって、もちろんあるないあるんですけど、そういうなんですか、プロテインみたいな人工的なものが、すみません、どれぐらいその体の影響を与えるかっていうこと、特にその化学調味料的な視点で言っていただければありがたいです。プロテインにおけるっていうことです。プロテインじゃなくて。BCA とか。専門的ですね、結構。いろいろあるんですけど、そういうあたりで。サプリメント。他には何かありますか？
いっぱいジムに行って、はいいっぱい食べているつもりなのにいっぱいジム行って食事とって、特にプロテインのメインにしているのに、そのつもりなのに、なかなか体重が増えない。なかなか体重が増えない OK です。はいはいはい。はい。ああ、負荷ですね。僕のですね。ああ、一般的に、はい。多分宇野さんフォーカスのその朝山の休憩タイムならそこでもいいかもしれない。はい、わかりました。僕のルーティン全部お伝えします。私もコンテストとか出るんですけど、はい週5、6でやって、はい結構負荷をかけるんで筋肉痛きづらいタイプなんですよ。はい、わかります。それでちゃんと筋肥大はいできて、はい実際大きくはなってるので、はい慣れてると思うんですけど、うん、この負荷のかけ方でいいのはどうなんだろうみたいなところがちょっと不思議、あ不正論なるほど。常に、はい、ちなみに何の大会に出られてるんですか。サマースタイルああ、なるほど。今流行りのやつですね。素晴らしいです。ぽいですね。4位です。他はなんか大丈夫そうですか。あ、はい。すいません、なんか本当はジムとかに行って筋トレするのがいいんでしょうけれども、なんかこう日常で取り入れられるようななんかもの、いっぱいあるとは思うんですけど、もしおすすめがあれば。日常生活で。はい、日常生活で取り入れられるような。はい。運動とか言っても歩いたりとはいか、こうなんでしょう、階段登ったりとか以外になんかそうですね。はい、わかりました。ちなみに体をどうしたいとかありますか。例えばですよ、肩こりがすごくひどくてそれを改善したいとか、もちろん痩せたいともありますけど。そうですね、両方かな。両方。はい。OK です。ありますか。はい。内作みたいなのに興味があるんですけど、ああいうのってやってガーッと避けた後、ああいうの結構維持できるものなんでしょうか。はい。はい。ライズアップと書かないでね。はい。痩せたい目的だとした場合、はい、有酸素運動と筋トレの理想の割合を教えてください。はい。有酸素運動と食事の割合、ダイエットにおける。今の筋トレと、はい。今の質問とすごく似てるんですけど、はい、逆に筋肉を増やしたい場合は、はい、有酸素運動はした方がいいのかしない方がいいのか、はいはいはい。それに伴って具体的ですね。はい。バルクを維持したままの減量っていうところ。はい。ものすごいもうコアなストイックないいです。バルクを維持したままの減量。はいはい。大丈夫でしょうか。じゃあこれを一つ一つ簡単に。そうこれ有酸素。それではですね、まず最初に糖質制限、よく今流行りで言われているんですけども、糖質制限は、果たしていいのか悪いのか、過度な糖質制限、今ものすごい、大手のパーソナルジムさんとかでもやられてますけど、ダイエットね、基本いろんなやり方が今世の中には出てるんですけども、この糖質制限というやり方が果たしていいのか悪いのかって言われたら、もちろん糖質制限のダイエットのやり方でも、ちょっとずらしていきましょうか。落ちることは落ちます。でどういう原理かというと、ケトン体っていうものがあるんですけども、要は糖質をぐっと制限することでそのケトン体っていうのが出て、それが脂肪燃焼にすごい効果があるっていう、簡単に言うとですね、はい、原理なんですけども、過度にやっぱり糖質を制限していくとそれができる方はいいんですけれども、やはり糖質っていうのは
日常動いていく中でエネルギーなんですね。エネルギーにものすごい早く変換するんですけども、例えばパンとかおにぎりとかそういうやつなんですけども、脂肪っていうのは基本エネルギーになるって言われてるんですけど、なかなかそういうすぐ使われないんですね。でその糖質制限をぐーっと制限することによってそのケトン体というのが出ると体脂肪をうまくエネルギーに変えれるっていう理論なんですけども、まあいいか悪いかって言われたら、基本的にダイエットでも筋力アップでもですね、できればですけど理想はあまり過度なことはやらない方がリバウンドにもつながらないですね。過度っていうのは糖質制限ものすごいカットすると過度じゃないですか。非常に辛いんですよ。それで戻した時にその差が大きいですよね。なので糖質とかっていう血糖値って言われるものがあるんですけど、血糖値を糖質取るとぐーっとインシュリンが上がって上がるんですけども、取らないと下がるじゃないですか。ここの差がものすごい変化が大きいと、やはりリバウンドする率っていうのが高くなりますよね。逆に言うと糖質たくさん食べてると血糖値がガーッと上がってる状態が普段の日常になるんですけども、それを当然落とせば辛いじゃないですか。なので過度なことをしないっていうのは、この差をなるべくこう作らない方が長く続けられるっていうのが、まあいろんな十数年いろんなダイエットの方とか見てきて一番エビデンスというか成功する比率が多いですね。なので中にはそれでいけるっていう人もいるんですけども、でよくそれでリバウンドするっていう方は当然なんですね。やっぱりカロリーをものすごい制限するので、糖質をカットするともちろん脂質は食べていいっていうやり方なんですけども、その糖質を制限してる分のカロリーやっぱり 1g で4カロリーぐらいあるんですね。なのでご飯1杯で大体普通のお茶なんですけど200カロリーぐらいあるものをずっとこう食べないとその分のカロリーを抑えられてるんで、それを戻した時には単純にカロリーが絶対にオーバーするんですね。なのでそうすると必然的に摂取カロリーと消費カロリーっていうのが一番ダイエットの基本になるので、どんなダイエットでも基本になってくるので、そこが単純に増えれば増えるので、一番そのリバウンドをしないっていうのはポイントは筋肉量を落とさないっていうのがリバウンドをしないっていうところなんですね。当然カロリーを取っていけば脂肪がもっと増えていくんですけども、筋肉量さえ落とさなければもう一回その体脂肪を落としたい時に、要は車でいうエンジンになるんですね。筋肉っていうのはエンジンが大きければ車を走らせればガソリンが減るので、ガソリンっていうのはエネルギー源なんで、はい、でもエンジンが小さくなっちゃうといくら走ってもガソリンは消費してくれないので燃費がいい車になるんで、人間はできるだけ燃費が悪い方がいいので、なので先ほどの、質問でもありましたけど、筋トレと有酸素の割合っていうのは有酸素をあまり多くやってもこの筋肉がないとほぼほぼカロリーが燃えないんですね。はい、なので筋肉量を落とさないということが一番ベースになってくるんで、はい、って考えると、最初話に戻りますけど、糖質制限っていうのは、いいか悪いかっていうと、なるべくその過度なことをやらない方が長続きできるかなって。その場で見たら短期間に痩せたいっていう場合にはいいかもしれないですけど、はい、っていうことが、言えるかなと。いろいろな理論はあるんですけども、はい、大丈夫でしょうかね。ありがとうございます。はい、で、1日ごとの体重の変動っていうことがありましたけど、これはですね、食事っていうのは大体同じ感じで取られてます、内容は。はい、その中で割と、ご飯切るようなことをやってて、で、1日だけご飯食べようかみたいなことをやったら、その日の次になんか減ってて、で、さらにその次の日ちょっとお肉多め食べたら普通に増えたみたいなことを言ってて、なんかどう前でも減らしてた時よりは、増えた食事をやった、その次の日なんか減ってて、よくわかんないですね。
これ体重変化っていうのは単純に体脂肪が増えるパターンと、あとはまあ体の水分量の違いの、水500飲んだら500増えるので、なので、体重の変動っていうのは、まあ、あって当たり前なんですけども、でその中で変動が大きく変わるのは食事の内容の1個はもう水分が大きく変わるんで、水分を体にたくさん引き込むっていうことは塩分なんですよ。塩分なので、塩分をものすごい取りすぎちゃうとその水分を体が引き込むんで、あと簡単にむくみですよね。はい、で特にGoogle の皆さんはこうもうパソコンをもうずっとやられて長時間座ってやる姿勢がものすごい長いので、だんだんずっとこう特に下半身ですよね、下半身にどんどんこうむくみが溜まっていくんで、それに付け加えて僕も1回食事を食べさせていただきましたけど、お昼とかたくさん食べれるじゃないですか。の塩分が比較的やはり自分で調理するよりかはコントロールしない限りは、まあ、正直言うとものすごい塩分多いです。で1日そうですね、目安で 4g5g って言われてるんですけど、ほぼほぼ多分それの外食とか、まあ、コンビニとかのお弁当とかそういうの食べたら間違いなく3倍4倍はいくので、そうすると普通にお水を飲んでてもそのお水が体から出ていかないっていうことになるので、その分の体重がどんどん蓄積される。ただその食事の中での食べてる量はそんな変わらなかったとしても、味付けの塩分の度数グラム数が多かったりすると引きます。あとは長時間デスクワークされているので、それの、まあ、これが最終的な着地になるんですけども、今こう座られているその座り方あるじゃないですか。座り方と姿勢によって筋肉がこう固まっていくんですね。長時間パソコンやると。だから肩こり先ほどあるっていう方もいらっしゃるんですけど、肩こりっていうのは筋肉固まっているので、血管っていうのは人間走ってるじゃないですか。血液が流れてるんですけども、パソコンずっとやってると大体頭5キロぐらいあるんですけど、5キロが前に行きますよね。この重さがずっとここにかかってるので、そうするとここが常に筋トレしてるのと一緒なんですね。自分の頭の重さを使って。それ固まると筋肉の下に血管走ってるので、血管ってホースじゃないですか。それを潰しちゃうんですね。潰すと流れが悪くなるんで、余計その水分が抜けていかない。ホース潰しているので、流れが悪いってことは中の老廃物とかも全部血液の流れを良くして老廃物を放出していきますから、それが滞ってしまうと必然的に体脂肪は増えてなくて体重が増える。逆に汗をたくさんかいたりとか塩分をいつもより取ってなかったりすると、それがうまく調整されて体から排出されて減る場合もありますし、その変動だと思いますね。1日2日で体脂肪が1キロ増えるってことは基本的にはないですね。体脂肪1キロ増えるのにカロリーでいうと約大体8000カロリーぐらいですね。はい、キロカロリーです。8000キロカロリー1日食べれます？多分ほぼほぼ無理だと思うんですよ。で1日に消費するカロリーもあるので、大体成人の方で大体1000カロリーは消費すると思うんですね。はい、どんなにデスクワークで動かない方でも1000カロリーは消費するので、それを考えると8000カロリー上回るぐらいの食事っていうのはなかなかできないので、それが長期的に1週間とか2週間とか経てば蓄積されて1キロ増えることはあるんですけど、なので毎日の変動っていうのは主に水分量で、水分量のコントロールっていうのは塩分が一番占めていると思うので、はい、そこだと思います。はい、でその次ですね、化学調味料はまあサプリメント BCAA 等を含めっていうお話だったんですけども、化学調味料は正直やはり良くないですよね。まあ、いろいろ言われているので、いろんな特にダイエットするとカロリーを取りたくないので、ダイエットのそのゼロカロリーのものっていうのは基本的にまあアスパルテームとかいろいろそういう合成甘味料とか入ってるんですけども、基本的に健康面で考えたら良くないです。でサプリメント BCAA とか飲まれてるじゃないですか。 BCAA っていうのは基本的にアミノ酸で苦味があるので、それをカロリーを
上げずに味をうまくコントロールするために、どのサプリメントも大体入っているんです。特に海外製のやつは入っているんですけど、でものすごい取ったら悪いと思いますけど、通常ダイエットしていくとか、通常の健康維持ぐらいでしたらそこまで気にしなくても大丈夫。でも取るかって言ったら取らない方がいいです。正直あんまり体にいいものではないんですけど、ただそこまで気にして避ける必要性もないかなと思いますね。でものすごい気になる方はその無添加のものが今最近流行ってきて市場に結構出てるので、そういうのを選んでいただければいいと思うんですけど、そこまでものすごいストイックに気にする必要性はないかなって僕の考えでは、ありますね。はい、大丈夫ですか。はい、で、その後ですね、筋トレしても体重が増えない。はい、ちなみにですね、今お腹の調子はどうですか。お腹の調子、はい、食べた後でちょっといっぱい感じでちょっと悩んでいるのがいっぱい食べようとして、その十分な食事は、ちょっと無理です、その必要なカロリーとか。トイレとかはどうですか。これ結構重要なんですけども、体重が増えないっていうのはたくさん食べて筋トレして食べたものが栄養素として体に特に筋肉の材料になっていくんですけど、メインタンパク質なんですけども、それが果たして食べたものが吸収してその筋肉にしっかり作られる材料として使われているか使われてないかっていうのが重要なんですね。でそのものすごい判断する上で一番重要な簡単な判断の仕方がそのトイレの台なんですけど、下痢になっていたらまずほぼほぼ吸収されてないです。下痢じゃないですか。大丈夫ですか。まあです。はい。なので今サプリのせいではなくてですね、その腸内環境がもうたくさんものすごい大きくしようとか筋につけようとして食べたりとか、あとはアルコールとかそういう腸の環境を悪くするような油ものもそうなんですけど、そうすることによって腸が働かないんですね。はい、そうするとそこで一気に食べても吸収してないので、いくら食べても吸収してないってことは筋肉の材料にならないので、なので一番はですね、ここの体重を増やすっていうことを改善するには、これはどれにも当てはまるんですけど、健康維持でもダイエットでも、筋力アップでも当てはまるんですけど、腸ですね、特に内臓、メインは腸なんですけどの働きを良くするっていうことが大切になってきます。はい、でそれをどういうふうにやるのかっていうのはちょっとこの後全部質問をですね、答えてからに、したいと思いますので、ちょっと待っててください。はい、で、トレーニングの負荷、筋肉痛は必要、負荷トレーニングしても筋肉痛は来ないっていうことですよね。なかなか来ない。これもですね、最終の着地が同じになるんですけども、筋肉痛ものすごいボリューム上げても来ない。はい、それものすごい多いです。ほとんどの方がそうなんですけど、これの大きな原因はですね、筋トレマシンでやります、フリーウェイトでやります、いろいろやりますか。両方ですね。これ筋肉痛が来ないっていうのは基本的にやり方が悪いっていうのもあるんですけど、やり方じゃないですね。一番は骨格が、骨の位置ですねがもう悪いんですね。簡単に言うと歪みです。なので正しく本来の体が動く動きになってないっていうことなんですね。でその原因はもうご自身のライフスタイルのお仕事のスタイルとか、あとは、先ほど言った、腸の動きにも影響してくるんですけど、もう筋肉痛来ない方がものすごい多いです。で僕この業界で15年6年と長くやってますけど、その僕が最初にやられた頃は筋肉痛が来ないっていう人はなかなかないんですよ。いなかったんですね。はい、で今になるとものすごいいるんですよ。で特にですけど、何が一番効かないですか。背中ですか。はい、
背中効かない方多いですね。で最近一番多いのはあと胸なんですよと腕の前なんですね。なんでかっていうと、皆さんやっぱり特にそうなんですよ。デスクワークでパソコンとスマホですね。スマホをものすごいやるので、それで骨の位置が変わってきちゃうんですね。はい、でこれ椅子に座って皆さんお仕事すると思うんですけど、重要なのはトレーニング効かないとかダイエットがうまくいかないっていうのは歪みになるんですけど、大きく2つなんですね。肩甲骨と骨盤ですね。これが本来の位置にあれば全て内臓の機能も上がってきます。はい、で一番崩れやすいのは皆さん今座られてると思うんですけども、座った時に骨盤っていうのがあるんですけど、座骨がちゃんと立ってないんですね。どっちかというともう典型的ですね。はい、でもやっぱなってしまうんですよ。長時間この姿勢でこういうふうに座ると骨盤がこういうふうに後傾してるじゃないですか。後傾するとここが丸くなるんですね。で頭はだいたい平均5キロぐらいあるんですね。この姿勢じゃないですか。でパソコンですよね。そうするとこの重さがもちろんここに来ますね。で肩の位置が前に入って、要は簡単に言うと猫背ですよね。そうすると肩こりなんですよ。これが長時間やるとここ固まってきて、ここが固まってくれば当然血液が上に行かないから頭痛くなったり首が痛かったりっていう症状が出てくるんですね。でなおかつさらにこの骨盤がこういうふうに後傾してるっていうことは、ここにストレスがかかってこの力が、この上半身の力がどんどん外に行っちゃうんで、骨盤がこういうふうに横にどんどん広がってくるんですね。そうするとここの足の骨があるんですけど、大腿骨っていうのがどんどんぐーっと外に開いていくんですね。そうすると骨盤開いて内臓あるじゃないですか。内臓が開くからどんどん下に落ちていっちゃうんですね。はい、下に落ちていくと本来内臓この位置にあったのがここにあるってことは機能が低下して動かなくなってくるんですよ。はい、なのでこの姿勢を変えて、本来だったら肩の位置がここにあって、その肩甲骨の上に頭が乗って、骨盤っていうのは腰がちょっと反っているのがニュートラルポジションという正しい姿勢なんですね。はい、そうすると皆さんちょっと意識してやってみてください。これ辛くないですか？辛いですよね。辛いってことはその姿勢をキープする、背骨をキープしてこの姿勢にする体幹の筋肉が衰えているってことなんですね。はい、衰えているっていうことはもちろん筋肉がさっき言ったエンジンなので、どんどん筋肉が衰えていくと代謝が悪くなっていく。なおかつこういう悪い姿勢になると流れが悪くなって、さらにそれを悪化させるっていうところになるんですね。なのでこの姿勢を直していっていけば腸の働きも良くなるんで、はい、なのでこれを直していかないと筋トレ効くようにならないんですよ。はい、なのでダイエットも筋力アップも健康維持も基本的に最初行き着くところはやること全部同じなんです。ただボディビルダーと普通の方の健康維持とかダイエットで何が違うかって言ったらボリュームだけですね。やってる重さとか回数とかが違うだけで基本全部やり方一緒です。で一番大事なのは、この体の歪みを直すっていうことになるんです。はい、すいません、会社で結構スタンディングですか、最近推奨されてるんですけど、はい、あれをこの含めてだけ教えてください。はい、わかります。スタンディングも結構ですね。じゃあスタンディングしてください。スタンディングの時も絶対に長時間やるとどっちかにこうなってきますよね。むしろカウンターがあるとこれに寄りかかったりとかっていうのがあるので、根本まず座ってやる時の楽に正しい姿勢が取れるのはこれあるんですけど、これネットでもう800円ぐらいで売ってるんで、これをデスクがあったらギリギリちょっとかっこ悪いんですけど、ギリギリ肘がデスクのこれあると思ってください。肘が浮いてないことですね。できれば。でこれをなるべく座骨はしっかり立てるんですけど、立てる感覚っていうのが最初はつかめないと思うんで、このギリギリにボールを
ちょうどですね、一回立ってもらっていいですか。さっき丸まったとこありますよね。丸まってたところにこのボールを当てて、でここに背もたれですね。その状態でこれに寄りかかってお仕事をしていただければ、勝手にここのラインが正しく取れてくるんですね。こう座って、ちょっとこの椅子だとあれなんですけど、まあ大体オフィスの椅子ってもうちょいこんな感じの椅子ですか。もうちょい多分縦なんですよね。だとちょうどはまるんですね、この姿勢。それで多分ずっと長い期間悪い姿勢で動いてるんで、これが絶対崩れるんですね。で崩れたか崩れてないかっていうのは、崩れたら勝手にこのボール落ちるので、はい、なので落ちたら違う姿勢だなっていうことを確認していただいて、これを落とさないようにやるっていうのが改善ですね。ここを直していかないと、なんでそれ背中が効かないかというと、この姿勢でパソコンずっとやってると肩甲骨っていうのはこうなってるんですよ。ですけど肩甲骨がパソコンたくさんやるとこうなっちゃうんですね。猫背っていうのが肩が前入ってるのに肩甲骨はこうなんです。この状態っていうのは背中ってこういうもうちょっと専門的なんですけど、こういう動きなんですね。ラットプルダウンとか情報やるのがこういう動きにならないといけないんですけど、猫背になってたらこう肩甲骨立っちゃってたら動かないんです。動かないので、これをこっちの状態にしていかないといくらやっても筋肉痛にならないんですよ。使えてないってことになっちゃうんですよ。やり方が悪いんじゃなくて、肩甲骨が立っちゃってるんで、歪みですねを直していくと効いてくると思います。はい、と女性の方は特に骨盤が開きやすいので、それをしっかり中に入れてる状態と肩甲骨を正しい状態にしてやるっていうのが、はい、そこが今なかなかやっぱりフォーカスされないところなんですけど、ものすごいやっぱ筋肉痛が来ないとかトレーニングがうまくいかないっていう方の一番の原因ですね。はい、なのではい、はい、肘の高さはデスクに肘がしっかりついてるところです。マウス使われます？使わない。マウス使わないと結構いいと思います。マウス使われる方はマウスの大体持ってる方の肩がこう上がるんですね。で肘が上がってるってことは自分の腕、そんなに重くないですけど、これが長時間3時間も4時間も5時間もやってると自分の腕を重りにしてこうトレーニングしてるのと同じになっちゃうんですよ。だからこっちがものすごく張ってっちゃうんですね。なのでこの右と左の高さを同じに腕の重さがかからないようにデスクにつけるっていう。なるべくデスクにシートを椅子を前にしていく。で立ってやる姿勢っていうのはそれのスタンディングのバージョンなので、もちろん骨盤の上に肩甲骨があってこの状態でできると理想ですね。なのでそのまま自分が、カウンターでパソコンを置いてるんでしたらそこに近づいてやるっていうのが、はい、改善策になると思うんですけど、はい、大丈夫でしょうか。はい、バランスボールっていうのはどうなんですか？バランスボールによく乗ってやられてる方っていうのはものすごい多いんですけど、バランスボールっていうのはこう不安定ですよね。座骨を右と左を同じに座りたいのにバランスボールに乗ると不安定になるんで余計歪むと思います。余計歪むので下はそうです。でバランスボールっていうのはわざと不安定にすることで不安定さをなくすために体幹を使うんで、よくコアトレとか体幹を強化するのにいいと言われてるんですけど、それをやることによって下が不安定だと余計ただでさえずれてるところを余計にずれてしまうので、あまり良くないと思います。体幹のトレーニングをするっていうので使うっていうのでしたらいいんですけど、そこ根本骨盤がずれて開いていってしまうとどんどん内臓下がっていくと、もうどんどん特に女性は下半身がどんどん流れが悪くなってむくんでいってしまうっていうサイクルなんですね。はい、なのでバランスボールの上でやるのはなるべく避けた方がいいと思います。はい、オーブです。はい。もう5、6年やってる。5、6年やってます。5、6年かけて体幹は多少強くなったかもしれないですけど、ここがガチャガチャになると最終的に根本は先ほど言ったように血流を良くして体の注力の内臓機能を良くするっていうことと
骨格の歪みをなくすっていうことが一番、重要になってくるので、はい、普通の椅子に戻した方がいいと思います。はい、でトレーニングのこの負荷が効かないっていうのはあともう少し詳しくトレーニング前のプレトレーニングとかあとは通常の骨格を戻していく姿勢戻しただけで戻るの不十分なのでそれは個別にご案内しますので、はい、はい、話すと1時間ぐらいになっちゃうかもしれないので、はい、それでは日常生活で、できることっていうのがあると思うんですけども、日常生活でできることっていうのはあまりもちろんその筋トレとか、できた方がいいんですけれども一番は通常ライフスタイルでお仕事中が長いと思うので今そのご案内したことができれば一番いいと思います。はい、それプラス時間があれば筋力トレーニングとか食事とかっていうのになってくるんですけどもベースはやはり皆さんお仕事している時間が一番長いのでそこをなるべく有効活用してやっていただくっていうことが一番長く続けて効果がトレーニングの時間はやっても30分から1時間じゃないですかその時間よりお仕事している時間の方が長いので、はい、そこをうまく利用していただく方がいいと思います。無理にじゃあ走った方がいいんじゃないかとか筋トレした方がいいんじゃないかっていうよりかは日常生活を正しく歪まないように血流が良くなるようにやった方が、はい、効果は高いと思いますね。はい、大丈夫ですか。はい、短期間の減量どちら、短期間の短期間の減量やられました。いやライズアップはいはいすごいなと思うんですけど、はい、あれの後に結構すぐ戻ってるっていう話を聞いたりするので、あれちゃんとやるためにはずっと一緒やり続けなくちゃいけないのかな。そうですね、はい、短期間のダイエットもちろん短期間で例えばですけどなんかいつまでに、何キロ落とさなきゃいけないっていうことがあったらもう単純に遡って計算なんですね。先ほど言ったように摂取カロリーと消費カロリーなので例えばですけど10日後までにものすごい短いですけど例えば5キロ落としたいっていうと体脂肪1キロがさっき言ったように8000なので4万カロリーですよね。4万カロリーを例えば今ものすごい短いですが10日って言ったらそこにゴールを持ってきてしまったら帳尻を合わすしかないので、4万カロリーを10日間で消費しないといけないんですね。でそれをじゃあどういうふうにやるのかって言って食事を制限していっても例えばものすごい短かったら食事の制限だけの消費カロリーじゃ足りないですよね。足りなかったらじゃあ増やすのは有酸素運動しかないんですよ。はい、なので短期になればなるほどその帳尻を合わすのにものすごいやることがたくさん増えてきてしまうんですね。食事だけではできなくなったりとか自分の基礎代謝だけでは消費できなくなってしまうのでそれを考えると短期のダイエットっていうのはものすごい負担がかかるわけですよ。負担かかるのでいいか悪いかって言われたら正直そのリスクが高いですよね。リバウンドっていうのはその短期間でものすごい制限してきたことを続けれればもちろん維持できますけどものすごい短期でやってるのできついんですよ。きついのでその反動がものすごく増えてるんですね。あとは逆に短期間で体脂肪を落としていくと基本ですけどセオリー体脂肪1キロ減らしたら基本筋肉も1キロ減るんですね。これセオリーで。なので短期間で体脂肪は減ってるんですけど同じだけ筋肉も基本減るのでなのでダイエットとかでよく筋トレをしっかりやった方がいいっていうのは筋肉が減らないようにやってるっていうのがメインですね。筋肉をつけて基礎代謝上げるっていうのももちろんあるんですけど言ってもそうそう筋肉ってつかないですよ。特に女性の方はいくら頑張っても、女性ホルモンが優位にあるのであまりこう筋肉ってつかないんですね。なのでどちらかっていうとダイエットでの筋力トレーニングっていうのは筋肉を落とさないようにやるってことですね。脂肪を落としていくんで脂肪を1キロ落としたら
筋肉も1キロ落ちるのがセオリーなんで、それを少しでも食い止めるためにやるっていうのがメインなんですね。はい、なので短期間だとその割合がものすごいスピードで体脂肪減ってもものすごいスピードで筋肉も減ってるので、そうするといざ食事を元に戻したらカロリーだけは増えて筋肉がそのまま減ったまんまっていうのが一番やっちゃいけないリバウンドなんで、それが短期間の減量だとものすごく出るので、なるべくでしたらそうですね、ものすごくピッチ上げても1週間に1キロぐらいだと思いますね。はい、目安一番いいのは無理ないのは1ヶ月に1キロから2キロの間をずっと続けていって、それが無理なくできるっていうのが一番理想だと思います。まあ、その方の体脂肪だったりとかにもよりますけど、はい、大丈夫ですか。はい、それでは筋トレと有酸素の割合っていうところなんですけど、今話したところにつながってくるんですけども、はい、目的がダイエットの方でしたら多少有酸素は入れても帳尻が合わなくなってくるので、食事では落としきれないで、目標の日までに足りない分は有酸素で稼いでいかないといけないんですけど、さっき言ったように有酸素運動でよく20分から脂肪を燃えるって言われてますけど、脂肪を燃え続けていると同時に筋肉も一緒につく。筋肉ってタンパク質できているんで、それをエネルギーにして、走ったりウォーキングしたりしているので、できる限りダイエットでリバウンドをしないように効率よくやりたい方は有酸素はなるべくだったらやらない方がいいと思います。はいはい、よく走ったら痩せる、確かに消費カロリー燃えるので落ちていくんですけど、走り続ければ。ただ同じように筋肉を持ってかれてしまうので、僕はメインで先ほどの大会の時は体脂肪 2% ぐらいなんですけど、有酸素は1回もやらないです。はい、多少ですけど、多少ちょっとそれで帳尻が合わなくなった時には有酸素はやらないんですけど、岩盤浴とかサウナとかでカロリーを消費するっていう、そっちの方が有酸素運動ではないので筋肉は持っていかれないんで、もしやるんであれば、よく先ほど BCA 飲まれてるっていう方もいらっしゃいましたけど、有酸素運動をする時に、お水を飲むんじゃなく、よくあとバームを飲むとか脂肪燃焼のサプリメントを飲むっていう方もいるんですけども、それ以外に、BCAA っていう筋肉のエネルギーですね、筋肉が分解しないためのサプリメントがあるんで、そういうのを飲みながらやると多少防げるっていう。常に筋肉が、カタボリックっていう異化作用ですよね。異化作用になってはダメなので、常にアナボリックな状態、同化している状態っていうのが、いい状態なので、はい、そうしていただけると筋肉を落とさず済むので、なるべくでしたら割合は筋力トレーニングで有酸素運動は少しボリュームを落としていただける方が、はい、いいと思います。大丈夫でしょうか。それでは、バルクイージーの減量っていうものすごいストイックなんですけども、確かに筋肉を維持したまま体脂肪を落とすっていうのは、さっきのように体脂肪を落としていくと筋肉量も下がるのが一般的なセオリーなので、ここの、大きな、これちょっと専門的になってきてしまいますけど、タンパク質量をまず食事ですよね。食事でタンパク質量をしっかり取ることがベースだと思います。はい、今ちなみにこのバルク維持して減量するときにはタンパク質をどのくらい取られてます？だいたい女子肪体重かける3ぐらい。ああ、そうですね。はい、女子肪体重かける3ってものすごい取ってるんですよね。そうです。それと、最低そのぐらい必要ですよね。それと同時に、トレーニング中の、ワークアウトドリンクはどういう感じで飲まれてます？最初は BCA にはい、途はい、中から HIB プラス EAA に切り替えて、はい、わかります。はい、横文字が並びましたけど、はい、はい、それで
下がってしまいます？今回は多少維持できた気がするんですけど、でもやっぱり若干落ちちゃったなっていうのがあって、特にお尻はいがボリュームがしてしまったなっていう。ということは結果そのお尻の筋量が結果少ないっていうことなんですよ。はい。脂肪が落ちちゃうので。はい。最後にそう途中までキープできたんですけど、最後に3センチ4センチぐらいサイズダウンしちゃって。はい。なるほど。あとはその筋肉って 70% 水分で張りなので、炭水化物をあまりカットしすぎないことですね。ただ炭水化物を取るとそれ分のカロリーが入ってくるので、そのカロリーが蓄積されちゃ脂肪が落ちていけないので、まあトントンぐらいなので、トレーニング中のワークアウトドリンクにしっかりとカーボドリンク、カーボをしっかり入れることですね。トレーニング前とトレーニング中とトレーニング後っていうのはしっかりとカーボを入れる、糖質ですよね。糖質をしっかり入れるっていうのがベースですね。なので話を戻ってくると、糖質制限っていうのはじゃあ考えた時にはそんなに良くないっていう、まあ僕いろんな意見ありますけど、まあ僕はそうだと思いますね。はい。でも制限していかないと落ちない分は、はい、他の食事で落として糖質を、トレーニング前と中と後っていうのはしっかりと、ゴールデンタイムと言われるところとしっかりトレーニングをハードにできる糖質を入れとくっていうのが、まあ、バルク維持ですね。そこでちょっと私がすごく悩んでしまったのが、日中トレーニングしている時とかは確かにカーブをワークアウトもなんか入れたりするんですけど、はい、結構会社員だから夜遅い時間トレーニングになるんですよ。その時に終わりが10時とかになって、結構糖質をガツッと入れることが若干こう不安だったりとかして、そこで多分結構夜の糖質はかなり控えてたっていうのあるんですよね、トレーニング中は。トレーニング中は夜にトレーニングすること結構多いんですか？はい、それでしたら必ずトレーニングがそこの位置にの時間に入ってくるんでしたら、そこは絶対に取らないとダメですね。はい、必ずトレーニングの前と中と後はどの位置にトレーニングを持ってきても入れないと、はい、特に筋量をなるべく残したいというのはどんな方でも多いと思うんで、それは必須でやっていただいた方が、それで体脂肪が増えるっていうことは基本的にないと思います。はい、大丈夫ですか？はい、はい、以上ちょっと質問、はい、あります。はい。トレーニングの負荷のところで触れていただきたいところがあって、はい、一般の方が筋トレをする際の、レップ数、回数の最小最大というところを、まあどう決めるかとか、説明していただけると嬉しいです。一般の方がトレーニングをする際の重量と回数っていうのを一般的によく言われるんですけども、基本ですね、回数は何回でもいいと思います。よく決めて、例えば目的は筋肉を大きくしたい感じですか？はい、大きくしたいとよく言われてるのが、まあ6回から10回ぐらいをって言われるんですけど、回数を決めるとですね、理論は正しいんですけども、例えば6回から8回をやろうっていう目標を決めて、それがやっとできる、例えばまあベンチプレス60キロとかとすると、これを決めちゃうとですね、これを続けていくじゃないですか。でこれが伸びたら筋肉が増えてるっていうのはもう当たり前なんです。ここを達成しようと思ってフォームが崩れるんですね。はい、なのである程度は決めていただいた方がいいと思いますけど、大事なのは正しく胸なら胸、足なら足に正しく左右対称に負荷が乗ってるっていうことが大切なので、ある程度は決めてもいいんですけども、僕がやってるのは大体10回ですね。10回を目安に、例えば最初、100キロとかで10回やってって2セット目になったら勝手に落ちてきますから、で落ちたら落ちたでそこで無理くりその回数をやろうとしなくていいと思います。一番いけないのはフォームが崩れることが一番良くないので、はい、
なので初めての方とか普通の方がやるのは、まあ、10回ぐらいを、はい、綺麗なフォームでできる、もしくは、きつくない程度にやっていただければ一番いいと思いますね。はい、はい、セット数は普通の方だったら最初は3セットずつやっていただければいいと思います。これでやればやるほどその効果でエネルギー量に対しての効果が減衰してくるんですね。そうです。やればやるほど、確かにやればやるほど筋肉にしっかりそこに負荷がかかっていればいいんですけど、メインはその筋肉が限界が来てオールアウトする状態っていうのが一番いいところです。オールアウトしてるのにさらにやり続けてたら逆にマイナスですね。はい。そのオールアウト状態に達するまでは1はい回より2回やった方がはいはい、そういうことですね。効果は上がりやすい。そうではないです。そこがフォームですね。なので究極言われているのは1セットでしっかりとオールアウトできたら1セットでいいっていうようなんです。そこがテクニックでテクニックになるんですけど、そこが一番効くようになるっていうのが先ほどの戻った骨格なんですね。骨格が正しければしっかりそこに負荷が乗ってくるので1セットでも効きますし、当然筋肉が量が大きくなってくればこの重さも上がって長いセットをやらないとオールアウトしてこないですけど、はい、なので1セットより2セットの方が筋肉にすごい効いてくるっていうことではないですね。はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。